Go! 今回はこのフローという道具を紹介したいと思います。これを使って焚き付けを作っていきたいと思います。このフローという道具、見たことがない方が多いと思います。日本の道具で言えばナタに似てるんですが、柄のついている角度が違いますよね。これは私が自分で作ったフローなんですが、このホームセンターで売られている安いナタを買ってきまして、柄の部分を切ってしまって鉄パイプを溶接して作りました。柄は長めのものをつけました。なぜこんな形をしているのか、作業の様子をご覧いただければ理由がわかると思います。これからですね、この道具を使って、焚き付けの細い薪を作っていきたいと思います。で、このフローはですね、この木製のマレット、木槌でいいのかな、マレットでいいのかな、ちょっと言い方は分かりませんが、これと一緒に使います。これも自分で作ったものです。材料は杉の薪です。焚き付けにするには一番火がつきやすいですし、まっすぐ割りやすいので杉を選びました。まずは1センチぐらいの板状に割ります。このフローの一番の特徴なんですが、柄が直角についているので、こういうふうにですね、柄を持って、こういうふうにテコの原理でひねって使うことができます。普通のナタでは力が入りづらいので、なかなかこういうふうにこじるような使い方はできないですよね。結構きれいに薄い板になってくれます。このフローですが、欧米ではこういうふうにですね、板を作る道具なんですね。シングルと言いまして、日本語で言うとこけら板にあたります。屋根の材料になる板です。この板を作るときに使うのがフローなんですね。こけら板は日本でも、こけら葺きっていうのを聞いたことあると思うんですが、神社とかお寺とか、そういう建物の屋根を拭くときに、このこけら板を使っています。YouTube でもこのこけら板を作っている作業を見ることができるんですが、こんな道具は使ってないんですよね。日本の場合は普通のなんか包丁のような形のナタを使ってました。それから使っている材料はやっぱり杉とかサワラの、非常に繊維がまっすぐの本当に割れやすい木を使っていました。なので、割るときにそれほど力は必要ないということで、包丁のような形のナタを使っているんだと思います。多分ですね、こけら板の場合はシングルよりもだいぶ薄いんですよね。薄い板を作る場合は包丁のような形の方が、力加減の調節がしやすいっていうことなんじゃないかなと思います。ということでですね、先ほどの杉の薪1本が、だいたい3分ぐらいでこのぐらいの量の板に割ることができました。もう1本板に割ってみようと思います。
まあたまにこうやってちょっと割りづらいこともありますけども、こういう時はだいたい途中に節があったりですね、木目がまっすぐじゃなくて波打ってたりする時ですね。そういう時はちょっと割りづらいですけどもね。すいませんね、うちの犬がワンワン吠えてますけども、なんか最近、近所で猫がね、うろちょろしてるんですよね。その猫に向かって吠えてます。こうやってちょっと小さくなってくると、幅が狭くなるんで、その分割りやすくなります。だいたい5分ぐらいですかね。5分ぐらい割ってると、薪が大きめの薪が2本ぐらい、このぐらいの量の板に変わります。あと1、さっきの板を、ちょっと長さが長いので、スライド丸のこを使って、長さを半分に切ります。短くなった板を、今度は細く割っていきます。うちの犬もなんか興味津々で近づいてきてちょっと危ないのでしょうがないので、またちょっとさっきのところに戻って、割りたいと思います。一旦薄い板にしてあるので、こんな風にですね、もうバンバン割れます。だいたい 1,2 センチ角の棒がどんどんできていきます。薪ストーブの焚き付けにするにはこのぐらいの、大きさがちょうどいいですよね。どうでしょうか。だいたいバケツ1杯分ぐらいの、1杯半ぐらいかな。結構たくさん焚き付けができました。
今回使った杉の木ですけども、今年切ったばかりなんですよね。まだ中は湿っていて、薪にしようと思ったら 1,2 年は乾燥させなきゃいけないんですが、こういう風に焚き付けのですね、細い棒状にしてしまえば、こういう日当たりのいいところに、1週間ぐらい、ほったらかしにしとくだけで十分乾燥して焚き付けに使えるようになります。では実際この焚き付けを使って薪ストーブに火をつけていきたいと思います。まずはかんなくずを少し入れます。次に先ほど作った焚き付けを、7、8本ですね、少し隙間が空くように入れていきます。最初に入れたかんなくずにマッチで火をつけます。かんなくずにしっかりと火がついたら、蓋を閉めます。この時吸気口は全開にしてあります。焚き付けに十分火が回ったところで大きい薪を入れていきます。DIY で出た端材とか、廃材とかそういうものも焚き付けにしていますが、こうやってフローで、板状に割ってですね、細い焚き付けを作るっていうのも結構これ楽しいんですよね。日本ではこのフローはなかなか、手に入りにくいとは思うんですが、YouTube ではこのフローの作り方も結構いろんなやり方があって、紹介されているので、興味がある方はそういうのを参考にして、自分で作るっていうのも楽しいと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。ファクトリー Q では古民家や DIY、薪ストーブ、こういったものに関係する情報の中で、他のチャンネルではあまり紹介されていないような内容をできるだけお伝えしていきたいと思っています。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価などお願いします。